1から3月、中国 GDP どこかが成長して 5.3%。今日は、中国の GDP5.3% からお伝えしたいと思います。結果が喜劇ですので、ゆっくりしていってね。その後、都合の悪そうな数字を2つ紹介します。中国国家統計局が2024年4月16日に発表した第1四半期の国内総生産 GDP は前年同期比で 5.3% 増となり、市場予想の 4.6% を上回りました。この結果は、不動産市場の不況や地方債務の増加といった経済的な困難を抱える中でも、中国政府にとって一定の安心材料となっています。ただし、同時に発表された鉱工業生産や小売売上高などの3月の経済指標は内需の低迷が続いており、これが全体的な経済成長の足かせになっていることを示唆しています。不動産セクターは特に厳しい状況にあり、新築住宅価格は前年比で 2.2% 下落し、2015年8月以来の大きな落ち込みを記録しています。3月の不動産投資は前年比で 16.8% 減少し、市場の深刻な調整が続いていることを示しています。これらの問題により、中国の経済回復は不安定であり、政府の年間成長率目標 5% 前後の達成も、不透明な状態が続いています。アナリストたちは、3月の経済指標が難聴だったため、力強く見える第1四半期の GDP 成長率も、慎重に評価すべきだと指摘しています。不動産市場の問題や地方政府の債務問題が、今後も主要なリスクとなり、中国経済の回復が強固な基盤を得るには、至っていないとの見方が強いです。漢字一言で表すとしたら、嘘。過去の中国経済については、いろいろな危機的状況をお伝えしています。当チャンネルが初めての方は、ご覧いただければと思います。概要欄にいろいろ貼っていますので、ご覧いただければと思います。なかなかの失業率の高さで、不動産の1、2、3位が壊滅状態で、解散命令、デフォルト、ジャンク債と、いろいろ取り揃えていますが、銀行が破綻処理のお金すら積み上げていません。EV は赤字が増えるだけの会社を紹介しています。トップの BYD でさえ価格を下げて販売している最中。イエレン財務長官にも釘を刺されるほど、よく壊れる廉価製品をアメリカに出さないでと。EU も関税、アメリカも関税で、今年は売れないだろうなと思いつつ。5.3% ですか。GDP の3割を占めると言われる。不動産が壊滅の中。よく頑張っていますね。ああ、今年と同じように、去年の GDP を下方修正したらできるのかもしれませんね。GDP と比べて、壊滅的な不動産販売。中国国家統計局による最近の報告では、中国の不動産市場がさらに厳しい状況に直面していることが示されています。2024年の第1四半期1、3月における不動産投資は、前年同期比で 9.5% の減少を記録し、これは1、2月の 9.0% 減少からさらにペースが早まったものです。不動産販売と新規着工の面積も大幅に減少しており、市場の回復は一段と遠のいていることが予想されます。具体的には、不動産販売は前年同期比で 19.4% 減少し、新規着工は 27.8% 減少しています。このデータは、中国の不動産市場が現在直面している深刻な挑戦と、経済全体に及ぼす潜在的な影響を示しています。あまりにも違う GDP と不動産販売。以前、日本で行われたエコポイントのような家電政策を行っていることは承知していますが、不動産投資が平均で 9.2% 下がるような状況で、家電がいくら頑張っても不動産の穴を埋めるほど売れるとは思えないことと、給料はどんどん下がっており、リストラされている状況。法定賃金よりも低い給料で地方政府が教員募集していましたが、そんな状態で家が買えないのに、仕事がないのに、家電を買っている余裕、EV を買っている余裕があるのでしょうか。2023年の1月から7月までの住宅販売面積は 5.8 億平方メートルで、前年同期比で
4.3% の減少を記録しましたが、販売金額は6.3兆元、約126兆円で、わずかに 0.7% の増加を示しています。というデータもありますが、住宅買ったら、もう1個プレゼント。というわけのわからない販売もありますので、素直に信じれないというか、まあ、信じれない数字ばかり。さすがに、中国の家電の総売上は探せなかったです。大手の美的集団の売上高が、前年比 8.2% 増の3720億3700万元でしたので、7兆4400億円くらいですね。さて、なかなか比べにくい数字ですね。政府補助金が GDP を押し上げることはありますし、経済効果も見込まれると思いますが、一方で、公務員や銀行、企業なども、リストラや給与削減、給料未払いが起こっていることを考えると、なんだか歪な経済運営だと思います。不動産はどこも壊滅的です。GDP は上がっても、粗工生産は 7.9% マイナス。2024年3月の中国の粗工生産は、前年同月比で 7.8% 減少し、8827万トンに達しました。この減少は、鉄鋼需要の低迷と在庫の増加が背景にありますが、市場予想の 10% 以上の減少には至らず、比較的抑えられた落ち込みとなりました。特に、1日あたりの平均生産量は約285万トンと、前年3月の309万トンから減少しましたが、1、2月の平均280万トンと比較するとやや改善しています。中国では、春節休暇後の需要回復が遅れ、多くの鉄鋼メーカーが高コストの在庫を抱えています。これに対応する形で、鉄鋼協会が自主的な減産を促す声明を出し、鉄鋼価格のさらなる低下を防ぐ試みが行われました。また、コンサルティング会社マイスチールによると、3月末の高炉稼働率は 82.76% に低下し、前年同期の 90.56% から顕著な下降を示しています。しかし、4月には下流の鉄鋼需要が改善する兆しを見せており、一部製鉄所がメンテナンス後に生産を再開しているとの報告もあります。鉄鋼は中国で以前からよく作られているなと感じています。以前は平積みで錆びた鉄が放置されているところも見たことがありますが、やはり不動産の影響は大きく、自動車用の高級鋼板なども売れなくなってきているのでしょうか。中国はとりあえず作って無駄にするようなことが多くあり、先ほどの鉄もそうですが、EV もとりあえず大量に作って、EV 墓場のような在庫積み上げて倒産なんて結構あります。以前は半導体補助金で会社を作ったものの、経営者が素人、名義だけ大学教授というのもありましたね。そういえば、再生エネルギーの専門家のように、政府の会議に入っていた人間も、何を専攻した、何の学位を持った人だったのでしょうか。またコメント欄で教えてください。EV 墓場のどのあたりが環境にいいのか、教えていただきたいところでもありますね。よく、燃える EV とか、スカンジナビアのあたりで、沈みましたが、どのあたりが環境にいいのでしょうか。このように、利益が取れると思うところに大量に、お金を突っ込んできますので、GDP が上がるのかもしれませんが、そんなことしなくても、国家統計局が、錬金術師のように、空中からキーを取り出せるのでしょう。とにかく、中国の数字は、輸出入のように、国外とバランスしていないと、全く信用できません。悪いものは小さく、良いものは大きくです。中国の炭鉱のカナリア韓国1ドル1400ウォン。久々に、ここでおまけの韓国経済。中国経済の炭鉱のカナリアとして、以前からよく調べていましたが、多重債務が国民の 8% の国です。最近、中東の緊張が高まり、イランによるイスラエル空爆が発生しました。これが原因で、グローバルなリスク回避のムードが強まり、安全資産とされる米ドルが高騰しました。その結果、韓国ウォンは大きく価値を落とし、1ドル1400ウォンを超えるほどに急落しました。このウォン安は、株価の急落や債券金利の急騰を引き起こし、韓国の金融市場に大きな動揺をもたらしています。韓国ウォンの急激な下落は、
他の通貨と比較しても特に激しく、その背景には季節的特殊性があります。4月は、外国人投資家による決算配当金が集中し、これをドルに変える需要が高まります。これにより、短期的にウォン安が進む可能性が高まっています。また、韓国企業が海外子会社から受け取る配当金も、同様に4月に集中し、これがドル供給を増やし、一部で、為替レートの上昇を相殺する効果があります。中東リスクによる原油価格の上昇は、韓国のような原油輸入国にとっては、ドル高と物価高の二重の圧力をもたらす可能性があります。このため、ウォン価値のさらなる下落が懸念されており、為替レートの安定化には困難が伴います。韓国為替当局は口先介入を行い、為替レートの急激な変動を防ぐ努力をしていますが、市場の動向は依然として不確実です。決算配当って4月でした。決算前のポジション調整ならわかりますが、配当は無理筋じゃないの。いわゆる、あなたの個人的感想ですよね。の域を出ないです。昨年も、その前も、4月に配当で、ウォン安なんて、一度も聞いたことがありません。明らかに、アメリカのインフレが長期にわたるため、利下げが遠のいたから、ウォンなんていらねでしょうね。韓国経済がもっと知りたいよという方は、また動画を作りますので、コメント欄で応援メッセージをいただければ、頑張って作ります。以前は、韓国崩壊ってキーワードに入れると収益がストップしたものです。おかげで、現在も零細 YouTuber なのですが、どうしても最後に言わないといけないニュースが、中国若年失業率 15.3% と変わらず、GDP は 5.3% なのに、どうしてこんなに若年失業率高いのでしょうね。また次回お話ししますね。本日の動画はいかがだったでしょうか。お気に召しましたら高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。